できるのであれば存続させたい。一人で完成させてるっていう認識はないですね。いい人。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。すみません、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、今日作っていただく包丁の完成品をちょっと見せていただけたらなと。あ、わかりました。こちらへ来てください。お願いします。中野さん、おいくつですか？今年で27歳です。難しいのか。18歳から働いてます。岐阜県のいいところって一つ挙げると難しい。何がある？たくさんある。何がある？そういうこと聞くならちょっと先教えておいてください。そうですね。やっぱ関で言ったら包丁が有名ですからね。そうですね。今日紹介させていただくのがこちらの洋包丁タイプと和包丁タイプの包丁です。2つとも刻印してあるんですけど、銀酸っていう鋼材を使ってます。ステンレスの種類にはなるんですけど、コードも硬く切れ味が持続します。錆に強いのも特徴です。万が一欠けてしまった時でも割り込みですとなかなか修復するのが難しいんですけど、全鋼ですとどこで刃をつけても切れるので、極論背中に刃付けしてもらっても切れるというのが強みですね。昔フェンシングの剣作ってました。これが弊社のマークなんですけど、東京オリンピックあったじゃないですか。日本のフェンシングの剣で戦いたいってなって作り出したって言って、長く伸ばしてでついた時って曲がるじゃないですか。その時に戻らないとフェンシングの剣ってダメなので、単造で叩いて薄く伸ばしてで割れる前なので見たことはないんですけど、話は聞いてます。これがこうつながってて、でこれで単造して作るって感じ。ここで安田さんが内職で作ると。でこれは桜金網っていうのは名古屋で金網だけ作ってきて、で安田さんがこういうの塗って作っとったの。かぶってみる。これで登場しちゃう。こうかぶるの？見えへんね。顔なんか。でもこうだよね。そう。ああ、本当だ。キングっぽいです。ぽい。糸巻きする元ね。最初はプレスの工程から型を抜くんですけど、ここに砥石が回ってますんで、あ、この中に砥石が回ってるんですね。ボタンを押すと砥石がこっちに移動して研磨してくる。ああ、なるほあとはこのレバーで砥石の送り具合を決める。じゃあもう刃の厚みを見て、この
砥石の送り具合を調整する。レバーで加減して厚みを揃える。厚みのばらつきがあると刃もつけにくいですし、あとこの後仕上げの機械をかけるんですけど、それも要は綺麗に厚みがばらつきがあると綺麗に取れない。送りも早くしようと思えばできるんですけど、この引っ張る動き、このスライドする動いてますね。これ早くするとさっき言った後工程で目が取れなかったりするんで、ゆっくり引いて、はい。いいですか？で夏なんかは検索液が38度になるんで、もうお風呂に入ってるような状態で仕事してます。いつも通りいつも通りで。いつも通りが意外と一番難しかったです。確かに。奥側僕はがまだ何もしてない状態で何もしてない。はい。要は何もまだなんて言ったらいいんですかね、このとんがってない状態というんですかね、で今ペーパー最初の工程で引いたやつでその刃になる部分を要は作ったんですね、で手前の方が要はツンツンになってる状態です。今の状態、ペーパーの状態だと、このまっすぐいった状態から要はこういう状態になってるわけですよ、はい、こっちが刃先として、はい、でこの今の押さえっていうのでこの角をちょっと潰してあげるんですよ。で丸めてあげて、要ははまぐり状にするっていうんですか。ああ、なるほど。で切れ味を持ちやすくするとか、そういうのがありまして、これはもうもちろんこの刃付けはもうやっぱり包丁のメインのところなんで、切れてなんぼじゃないですか。どんだけ綺麗に刃付けれるかっていうのは一番楽しいですね。僕刃付け始めて意外と刃良かったよって言われるのは本当にめっちゃ嬉しいです。嬉しいです。ここで最初に段差が結構あるんですけど、ここの砥石の部分、砥石使って先にここの段差の部分っていうのをなるべく除去してます。整えてあげる。なるべく自分が意識していることはここの線が一直線になるように。けどすごい綺麗に縦に線が入ってますね。そうですね。
線曲がったやつで、こっちがまっすぐしたやつです。こうストーンって綺麗に線が落ちてますね。あ、そうですね。対してこれはちょっと丸く曲線描いてるっていうか。これが前の工程、最初の段階ですね。研磨する前の段階です。でこっちが研磨した後です。わかります？めちゃくちゃ綺麗。うわぁ、顎もちゃんと。本当だ。これはそうです。洗剤で汚れを、ついた汚れを落としてるんですけど、研磨剤が残ってるんで、そのままいくと残った研磨剤で傷つけるんですけど、洗うことによって表面をクリーンにすることによって次からの工程で傷をつけにくくするという役割です。でお湯にする理由なんですけど、水でも一応できることはできるんですけど、包丁をちょっと温めて拭いた後になるべく水がすぐ乾くように。そうですね、濡れるとどうしてもサビとかにつながっちゃうので、なるべく水をつけないようにしてます。ペーパーの目を潰す。目をつぶす。そうです練ってまだ粗いんで、見てもらうとまだ粗いんですよ。これで綺麗にするって形です。ほんでちょっと熱持たせて温めて柔らかくしてます。そうです。硬いと点でしか当たらないんですけど、柔らかいと広い面研磨できるんで、これが曲面になってるんで柔らかくして、なるべく R まで当てたいというイメージです。セラミックペーパーで検索力が強いんですけど、あと下がこっちの方がちょっと硬いです。硬いんだ。曲面になってるんで、硬いとどうしても角が入りやすいんですけど、先ほど使ったペーパーは柔らかいので比較的角が入りにくいです。全然違いますね。そうですね。すごいなんか綺麗っていうか、目が細かくなったっていうんですかね。そうですね。で最初はもうずっとミスしてました。あ、本当ですか。大体何本ぐらい1年間でこの工程は練習したんですか。まあ1万本ぐらいですね。ここをなるべくフラットにしてあげないと、次の工程の人がやりづらくなっちゃうので、ここをフラットにするっていうのが難しかったですかね。ハンドルをつける作業なんですけど、じゃあ次エバフの方行きます。はい。
工程やっぱ削っとる時が一番楽しいですかね、仕上げよりかは。なんですよ爪が。はい。でここで今段差をなくしてます。ありがとうございます。段差ありますね。そうです。持った時に違和感があるんではいはい。削ってます。ああ、本当だ。綺麗に平面になってますね。そうですね。で次は腹なんですけど、今まで縦で通してきたんですけど、どうしても腹になると顎が当たっちゃうんで、次は横でいきます。そうです。こっちがやった後でやる前です。で艶が出るんです。今ペーパーの目を潰してる感じです。ああ。こっちの方がすごい光沢が、そうですね。はい、出てますね。こうやって削らなあかん。艶出しに使うやつ。ほんで一通り終わりです。全然違いますね。そうです。もう全部段差今の作業で除去した感じです。すごい、一枚手前だけ全然光沢が違う。そうですね。もうこれでエバフは絵の工程は終わりです。今まで下地で細かくしてきて最後光らせるって感じなんで、多分最後が一番見て実感しやすい。何も変化ないのに変化あった方が気持ちいいんで、最初口金周りから自分は入ったんで、はい。なんか口金周りには特に思い入れはあります。R の部分とかは結構難しかったです。R の部分って横使うしかないんですけど、なかなか当たらなくて最初どうしてもこの R 部分をこう当てるわけにはいかないんで、はい。
この横で当てるんですけど、ただ一人で1から10まで作らないんで、部分で参入する部分はあるので、なんかみんなと作り上げてるっていう感覚には近いんで、一人で完成させてるっていう認識はないですね。いい人。もうね83になります。はい。私は本当辞めるつもりだったの。はい。ところが今の後期が入ってきたもんだから辞めるに辞められなくなっちゃって。あ、息子さんですか。いきなりもう自分でホームページも作ったりあれしてやりだしたもんだから、もう私たちもじゃあちょっともうちょっと辛抱しようかって維持したいって、まあできればね自分にもう少しきちっとした会社にしたいっていう思いはあるんじゃない？やっぱ昔ながらの町工場ってホームページもなければどこに問い合わせしていいかわからんみたいな会社って結構あるじゃないですか。それって結局来る仕事があったとしても問い合わせ先がなかったらなくなる仕事じゃないですか。まあそういうことをちょっとのことなんですけど、まあそうやって問い合わせ先があると、まあまた新しい仕事とか新しい発見とかが、まあ、あるかなと思って作ったりはしました。まあやっぱ昭和35年から創業してずっとある会社で、まあ、できるのであれば存続させたいっていう意思はやっぱありますよね。やっぱちっちゃい頃は本当よく遊びに来てたんで。あ、そうなんですね。そうです。よく野球ボールとかを壁当ててガラス割ったりもしたんですけどねやっぱ今までは OEM で主に作ってて、井ノ口っていう名前を知られてなかったと思うので、まあ少しでも井ノ口って名前がお客さんの元に届けばいいなと思います。時で月10万本作ってたんですけど、多い時で年間120万本。すごい。今年間で大体何本ぐらいなんですか？多分5万ぐらいです。昔みたいな活気取り戻したいという気持ちあるんですか？もし実現できるのであればしたいですよ。